ジャンプ放送局からファミコン神経に至るまで外部の才能との出会いとその展開ですね。漫画じゃないお話になりますけど、週刊少年ジャンプは編集幹部に社内的な力がなかったのか新入社員は取れない時期があって、僕の班は2人だったんですね。で1人アルバイトを入れて3人で回してて、副編から読者ページの担当やってくれって言われて、ものすごく僕は憤慨したんですね。なぜかっていうと、読者ページって新人の仕事で編集の一番初歩的なノウハウを覚えるためのページなんですね。それをやっぱり新人がいないんでお前やってくれないか、もう一人僕より年下のスタッフがいたんですけど、この人間はちょっといい加減で会社に来ない時もあるんでとても任せられないってことで対案を出しました。でその読者ページすごくつまらなくて、ちょうど当時知っているライターが鳥山さんのインタビューエピソードを雑誌に書きたいっていうので僕のところにやってきてて、非常に面白いライターがいて、彼が他の雑誌で読者ページやっててそれがすごく面白いと思ってたんで、彼に声をかけて企画書を作って彼とやろうってことで企画書を書いてくれたライターが佐久間明さんで、書いた企画書がジャンプ放送局。やっぱり彼とディスカッションしたのはみんなジャンプに乗りたいと。ただ漫画をちゃんと書いて漫画がうまくないとジャンプに乗れない人がほとんどだ。じゃあはがき1枚で乗れたらいいよね、面白いよねってことで、はがき1枚でジャンプに乗ろうっていうコンセプトでジャンプ放送局っていうのを始めて、それまで4ページだったページを倍の8ページにして、佐久間くんがライターでイラストも佐久間くんがセブンティーンで一緒に仕事してる土井くんを絵を見せてもらって、あいいなってことで土井くんを引っ張り、デザイナーも佐久間くんが知っている優秀なデザイナーを引っ張り、佐久間くんも野心があるんで、僕も押し着せでやらされた仕事で腹が立ってたんで、じゃあこれで漫画を半分抜いてみようって。そしたらみんなものすごく驚くだろうなってことで、彼がやっていた読者ページの優秀な投稿者のリストがあるんで、今度こういうページが始まるんで投稿してっていう呼びかけを袋詰めして何十枚と送ってはがきを投稿してもらう。予告ページも土井くんに一生懸命目立つ絵を描いてもらって始めて、なんとこれが僕らの目標通り半分の漫画を抜くことができた。でジャンプ放送局ってどんどん人気になっていって、ただですね、この時にね僕は腹が立ったのは佐久間さんがフリーなんですよね。でフリーの人間を編集部に出入りさせるな、させたくないっていうジャンプのアンケートが外から来た人間が見たらどうするんだって。で僕はそれはおかしいだろうと思ってね、で会議室で借りてそこで作業することになったんですが、その時から僕はやっぱり佐久間君っていうね外部の才能と仕事をするって面白いなって。で佐久間君の紹介でいろんな人に出会うことができた。僕と佐久間君はよくゲームが好きでゲームセンターに遊びに行ってたんですけど、もう一人ゲームが好きなやついるから呼ぼうよって言って紹介されたのが堀裕二さんで、会ったその日にボロボロのズタ袋から分厚い弁当箱みたいな雑誌を堀さんが出してきて、ベーシックマガジンっていうプログラムを載っけている雑誌で非常に驚いて、ちょうど編集部で任天堂のゲームウォッチがプレゼントで人気があるからそれをプレゼントするってことになって、鳥島がゲーム好きそうだからお前じゃあプレゼントページ作ってってことで堀さんに声かけてコラムを作ってもらって、そこから堀さんとの付き合いが始まり、パソコンのゲームの特集、それからファミコンのゲームの特集、 MSX のゲームの特集を経てファミコン神拳、ファミコンの裏技、ファミコンのゲームの評価を作るページを企画を彼と立てるってことになって、ミシュランの保守的にゲームの内容を厳しく評価して子どもたちがクソゲーを買わなくてもいいようにしようってことでやり始めて、でこれが本当に大人気で第3位まで行きましてですね、この時は僕は本当にねやったと思いましたね。ちょうど堀井さんがファミコンのドラクエを作るという企画が持ち上がって、それをジャンプでゲームの始まりから追っかけてやっていこうっていうことがドラクエの始まりでドラゴンクエストの誕生につながるということですね。はい。
皆さんこんにちは。イマジン大学という大変素晴らしい学びの場が誕生しました。イマジン大学とは何かというとですね、実は大学の枠を超えた自由な大学なんですね。本当に皆さんが世の中に出ていく、世界に出ていくお手伝いをする、そういう大学でもあります。でこのようなそのイマジン大学の素晴らしい活動をこれからしていきたい、日本を元気にする、世界を元気にする活動をしたいんですが、それに伴ってですね、今回クラウドファンディングをお願いしております。クラファンというのはね、いろんな形で行われていると思うんですけど、やっぱり一番大事なのは目的、パーポスと志だと思うんですね。我々イマジン大学はそのパーポス、目的と志、これについてはもう本当に皆さんに自信を持って我々は本当に素晴らしい夢を抱いてますと言えるんだと思います。いろいろなね、額に応じてそのいわゆるリターンもご用意してますので、ぜひね、このイマジン大学のスピリットに共感できるなとか、あるいはぜひ参加したいなって、こういうものにまたいろんなねクリエイターの方とつながりたいなと、そして自分の表現も世の中に出していきたいなっていう方はぜひクラファンを通して参加していただけたらなと思います。実はこのイマジン大学 YouTube のチャンネルの方も大変人気でして、このクリエイティブに興味を持っているさまざまな方が、学生さんから社会人、ビジネスパーソンまで集まっております。ぜひご協力いただけたらと思います。このイマジン大学、誕生しました。そして日本のクリエイティブの力をこれからますます、発揮して日本、そして世界を輝かしい場所にする、そういうね個性が響き合う場所です。ぜひ、引き続きですね YouTube の番組、そしてリアルな講座などを注目していただくとともに、クラウドファンディングを通してですね、この素晴らしいリベラルアーツの大学を超えた大学、ご参加いただけたらと思います。以上、イマジン大学学長森健一郎からのご紹介とお願いでした。ありがとうございました。